とうございます。だからそのダボっとした服がいいですね。はい、すみません、お待たせしました。ありがとうございます。これがオムボックスっていう商品です。で、これがミートボックスっていう商品です。で、これがカツボックスっていう商品。もしよかったら全部食べてください。いただきます。いただきます。いただきます。じゃあ、カズキは何からいきます？もうポテト。ポテトなんですか？サンド食うてくれ言うてるのに。うまい。美味しいですか？じゃあ僕もポテトからいきますわ。なんかこれだけ形、あ、これパンですよ。それラスクですね。ラスクです。ポテトうまいです。これゆきさんがいつもちゃんこ場で作ってたやつじゃん。いや、刺さらへん。じゃあこれあれですね。現役の時からこのパン練習してたんですね。和樹さんがこれようちゃんこ場で作ってたやつじゃないですかって。だから現役の時からもう準備してたんですよ。これゆうきさん的にはどれが一番おすすめなんですか？おすすめはね、ミートボックス。このミートボックスはこの何のお肉なんですか？サガリ。柔らかいです。でもすごいですね。もう挟むというよりなんか囲ってるだけですよね。すごいですよこれ。わかりますよね。これサンドじゃないですよね。すごい。お肉がもうこぼれますよね。サガリ 300g ですか？加藤さん口が小さいから、はちょっと食べるの大変かもしれないですよ。もうかじれないです。こんな全然食べれないですよ。もう今日やっぱりちょっと相方がちょっと浦さんなんで、あんまり僕がボケても突っ込んではくれなさそうですね。じゃあちょっといただきます。もうサガリのお肉がもうすごいジューシーで、もうサンドというよりもうなんか本当お肉食べてるって感じですね。美味しいです。僕これいただきます。卵美味しそうですよね。オムボックスですね。持った6個。で中に
ロースハムとチェダーチーズとヘッドチェダーうわのシュレッドがチーズと卵どれぐらい合うんですかね。誰もわかんないですよ。いただきます。あ、うまい。美味しいです。こめっちゃうまそうですよね。ちょっと欲張って僕も卵食べていいですか。すごいっすよ、もうなんかトロトロで。れ。うん、いやいや、もうなんかちょっとかじっただけやけど、すげえ味しっかりしてる。ありがとうございます。美味しい。すごいジューシーで、なんか浦さんが言うとりも、なんか一口食べただけで満足するんですね。いや、美味しい。いただきますじゃあ。誰も突っ込んでくれない。しゅうちゃん帰ってきて。美味しい。でも本当美味しい。しゅうちゃんのこと忘れるぐらいこの卵とチーズとこの半熟加減、これめちゃくちゃ美味しいですね。いやー、これどこの誰が作ったんですかね、本当に。元最上錦です元最上錦ことひでちゃんです。まあこのぜひ最上錦さんが作ってるこのパンを食べたければ難波の、高島屋のフードコートのどこかにあります。それは何なんですか。これマヨネーズと粒マスタード混ぜたやつですああ、なるほど。それは何なんですか。これレッドチェダーチーズですね。シュレッドのチーズですね。カツボックス私昨日食べたんですけど、お昼食べたらもう夜までお腹いっぱいでした。やっぱ一般の人はこれだけででかいですよ。高っと思うけど、めちゃくちゃお腹いっぱいだ。そうっすよね。これ明日の朝までいけるぐらいやばいですよね。多分これちっちゃい子たちだったらこれ食べきれないですよ。食べきれないですね。1個も大変だと思いますよ。逆に高くないと思う。これ怪我しちゃうの。このカツボックス肉低温調理で24時間調理で5センチ
すごいですね。だってこれこの厚さですもんね。食べるの大変だよ。これですでかいな。これ顎顎外れるよこれ。いやほんまにこれお腹いっぱい。このガチンコの顔見てください。いや高くないでこれ。それ本当に作ろうか思ったら結構な材料がかかりますよ。これそう高と思ったけどそれあんま言うていいですか？食べたら高くない。そういうことですね。味と量がすごいってことで。はい、じゃあいただきます。カツボックスカツボックス？カツボックス。でかいな。すごいですよ。だって俺これ。カツが寝てない。そうそうそう。5センチあるんですよ。こんな厚さ見たことないですよ。うまっ。うまい。めっちゃジューシーで美味しいです。ね。みんなボリューミーすぎてだんだん喋れなくなってきます。これ自分で一口で無理だから普通の人そうかじりつけないよ。ナイフとフォークいりますこれ。すごいな。僕これも食べたかった。なんか今1個食べたからちょっと食べれるかな。勇気いるっすよ。いやでも僕これはいただきたいですね。前、ゆうきさんから。これも多いですよ。だからこれ一番パンチするわけです。すげえ重たい。これはすごい。 5センチ。部屋でもこんな馬鹿げた厚さ作ったことないです。これのカツサンドの厚さ3センチ。ああ、この屋上の方ですね。もうそのぐらいにしとかんと多分普通の人食えないですよ。肉なんてお腹いっぱいになる。いや、それは美味しいですよ。でも純粋に腹いっぱいにならないと。この肉も柔らかくて美味しいですよ。美味しい。これもうまい。低温調理されてるから柔らかい。いややっぱさすがプロ違いますね。ありがとうございます。なんか居酒屋みたいなフードコートのパンの海苔じゃなかったっす。これ先にうな重2つ食ったのがアホでした。ダメだったね。お相撲さんもお腹いっぱいになります。すごい。多分普通の人だとこれ1個買って2人でシェアしていいぐらいですよね。そうですね、本当そうです。これはちょっと持って帰りたいです。もう柔らかいですよ。これ豚肉何グラムですか？何グラムでしたっけ？だってこれ大きさでしか言ってない。大きさでやばいよね。300どころじゃないじゃないですか。豚の方がミートボックスよりも結構重い感じがする。明らかに重いです。まあでもやっぱ低温調理されてるからそんなにしつこくはないですね。焼きよりかは。400あったらサイドレーズしたら分かる。でも裏関食べ方が綺麗ですよね。なんですか、僕らが食べ方汚い。いやそうじゃないですけど、とんかつの回でも裏関の食べ方が綺麗だって結構コメントあったんですよね。いや、嬉しいです。上品だって何でしたっけ、紙。ああ、お返し。5個をつけない。開始返し。はいはい。
あれ出した時点でちょっとずるいっすよ。大丈夫。上品さ。いやいや、もう自分で出してるじゃないですか。バレに行ってるじゃないですか。まずお名前と現役時代のしこ名を教えてください。本名が池上秀明と言います。で現役の時のしこ名が最上式秀明です。木瀬部屋に入門されたのはいつですか？平成13年の3月ですね。そもそもどのような経緯で木瀬部屋に入門することになったんでしょうか？高校時代の相撲部の監督が親方と仲良くて入門しました。同期の入門の方としては誰がいました？同期の入門は今は、元横綱の白鵬さんですね。白鵬さんとはい同期なんですか？同期です。そうなんですか。それは知りませんでした。木瀬部屋といえば大所帯ですが、はい、部屋での団体生活にはすぐ慣れましたか？そうですね、はい、すぐ慣れましたね。事前に合宿とかで来てたりとかそういうことはなかったんですか？自分もともと三本ヶ関部屋という、はいはい、はい、親方が現役の時にいた部屋に。じゃあ内弟子としてそうですね、来たんですか？はい、なるほど。稽古はやはりきつかったですか？最初はきつかったですね。なるほど。それは、二本関部屋の時もうそうですし、木瀬部屋に移ってからもきつかったってことですね。稽古以外できつかったことっていうのは何がありますかね？やっぱ大所帯なんでちゃんこ作ったりとか、はい、はい、量が全然違うんで、はいはいはい、大変でしたね。なるほど。現役時代、部屋の中では誰と仲が良かったですかね？みんなとは仲良かったですよ。はい、特にこの人っていう感じではなかった。特に今で言えば鳩岡とかですね。はいはい。最上錦さん、池上さんは YouTube でもいろいろ出てますけれども、はい、ちゃんこ長として有名だったんですけど、はい、いつ頃からちゃんこ長っていうポジションになったんですかね？そうですね、木瀬部屋になってからですね。それは何年目ぐらいですか？3年目ぐらいですかね。でもその頃からもちゃんこ長的なポジションで、はい、入門する前から料理は得意だったんですかね？料理は好きでしたね。じゃあそれで自然にちゃんこ長的なポジションをやるようになったんですね。はい、わかりました。一番記憶に残っている木瀬部屋での思い出エピソードとかがあれば。思い出はやっぱ差し入れでマグロとか、はいはい、来た時のさばく圧倒感ですかね。はいはいはい。アラとかそうですね。すごかったですもんね。はい、鳥をさばくとかっていうのを、はい、もう動画にさせてもらいましたけど、あれはもともとできたんですか？もともとというその高校の農業高校だったんで、はい、その時に農業実習で、はいはいはい、そういうのをやってたんで、そうですね、部屋に来てからも結構すんなりできたって感じですか？はいはい、引退したのはいつになりますかね？引退したのは令和6年の3月ですね。現役生活は何年ぐらい続いたんですか？約23年ですかね。かなり長いですよね。はいはい、ちなみに最高位は何段目？最高位は3段目の65枚目だったと思います。はい、長い現役生活でしたが、はい、引退を考え始めたのはいつぐらいからですかね？いやもう自分考えたのは20歳から考えてましたね。で実際に引退したのは何年？何歳の時ですか？42歳ですかね。じゃあ22年間ぐらい引退について考えてたって感じですか？はい、最終的に土俵を降りようと決断された一番の理由は何だったんでしょうか？一番の理由はやっぱ結婚ですかね。なるほど。はい、関取でないと結婚はできないっていう、はい、なんかルールみたいなものがあるって聞いたんですけど、暗黙の了解ですよね、それは。はい、じゃあ結婚をしようと考えて、じゃあ引退しようかっていう感じになったってことですかね。はい、引退した時の正直な感想を聞かせてください。やっとできたっていう、でこれから楽しみだなっていう。なるほど。はい、親方がなかなか師匠がなかなか引退させてもらえなかったっていう。それもありますけど、でもいい勉強はしたと思いますね。
現役時代で一番記憶に残っている思い出、まあ、対戦でも日常生活でもいいんですけど、そして何がありますかね。やっぱ九州の講演会の方と釣り行ったりとかしたことですかね。ああ、なるほど。は土俵をい、そうですね。提供していただいた、はいあの方ですね。はい、まあ、セカンドキャリアというところではいここからお聞きするんですけれども、はい、山形県出身の池上さんなんですけど、はい、なぜこうセカンドキャリアを大阪でスタートすることになったんですかね。結婚にあたって奥さんが大阪の方で、は奥さんとはどうやって出会ったんですか。い、居酒屋ですね。居酒屋、はいそれは大阪場所そうです。の居酒屋さんで出会ったと、部屋の近所の居酒屋ですね。なるほど。まあ、引退後飲食の道に進んで、まあ、このお店の店長を務めることになったきっかけは何なんですかね。それも、今の大阪の講演会の方がフードホールをやってると、はい、はい、それでちょっと新しいサンドイッチ屋をやるからということで、はい、講演会のはい、会長さんというかそうですね。に、まあ、誘われてというか、感じなんですね。わかりました。引退してすぐにこのお店に入ったんですかね。それとも少し期間は空いたんです期かね。間は空きましたね。その間は何をされてたんですか。引退してからは部屋に1年間ちょっとお手伝いで入った後、学校給食ああ、なるほど。の、はい、やっぱり調理の関係ではあったということですね。そうですね。まあ、他にも選択肢はあったと思うんですけど、はいなぜまあこのボリューミーなサンドイッチ屋さんをという選択をされたんですかね。そうですね。やっぱ一からできるという利点ですかね。オープンから、はい、店長をやってるのもいいかなと。なるほど。はまあ、実際に店長として働き始めて、まあ、一番苦労したことっていうのは何ですかね。い、やっぱその仕入れだったり、はい、今までやったことないレジとか、はい、はい、が一番大変でしたね。そうですね。学校給食とかだとレジとかないですもんね。ないですね。じゃあそういう調理以外のところ、そうですね。まあ、事務作業的なことも結構やらなきゃいけないってところで、やっぱり苦労されたって感じですかね。かなり苦労しました。あ、そうですか。はい力士時代の経験はい、が今の仕事に役立っていると感じる瞬間ってありますかね。やっぱ肉を小分けしたりとかしてる時が一番気になるというか、はい、なんか調理の手際とか、はいそういうのはもともとかなりこう高いスキルを持ってたのかなっていう。いやでもいろいろ苦労しましたよ。あ、そうなん動ですか。線をどういうふうに考えたらいいかとか、効率よくやるっていう、はなるほど。じゃあ次に、今の池上さんの主な業務内容を教えてください。い、まあ一応サンドイッチを作るのもそうですし、あと隣のカレー屋さんも仕込みだったり発注したりとかっていう事務作業もあるんで、はい。はい、スタッフのシフトみたいのを作るっていうのは違うんですか。のは違いますね。なるほど。それは別の方がやられると、お店の営業日の1日のルーティンですねを教えてください。ルーティーンですか。朝6時に起きて、でだいたいお店に来るのが11時ぐらいですかね。それは早番と遅番だと、遅番早くても遅くてもってことですか。早かったらもう8時ぐらいには、は遅番だとい、 11時ぐらい11時ぐらいですね。で仕事をはいして、はい、仕込みとかはいつやってるんですか。仕込みは営業中に、ああ、なるほど、は仕事は遅番だと何時ぐらいまで。終わるのがもう10時ですね。それからお家に帰ってっていう感じですか、はいはい、ってことはあんまり睡眠時間は長くないってことですよね。まあそうですね。でもやっぱ慣れって大切だなっていうのは、はい、まあ力士時代もあんまり睡眠時間長くなかったんですかね。まあそうですね。は現在の仕事なんですけど楽しいですか。やりがいとか感じてまい、す。そうですね。楽しいですね。どんなところが楽しいですかね。やっぱ作ってるところですかね。やっぱりじゃあ調理をするっていうこと自体が結構楽しいってことなんですね。わかりました。あとはお客さんの笑顔を見るところですかね。
まあ、ご自身がこの仕事に向いていると思う点っていうのは何ですかね。やっぱり食べるのも好きだし作るのも好きなんで、でやっぱ見るのも好きなんで、はい、はこのお店を運営していく上での今後の課題改善点とかってあればちょっと教えていただきたいんですけど。課題はやっぱどんどんお客さんに来てもらいたいですよね、そこを、はい、やっぱ集客の部分がやっぱりそうですね、まだ、はいまあ、先ほどもちょっと話あったんですけど、サンドイッチ店とは別に別の店舗の店長もされているということなんですけど、はい、それはどんなお店なんですかね。そこはカレーとうどんのお店ですね。それの仕込みも、はい、やったり、はい、はい、じゃあカレーも作ってるってことなんですか。まあそうですね。でここからサンドイッチなんですけど、今作られてるサンドイッチなんですけど、はい、まあ、このお店のサンドイッチのポイント、一番のこだわりっていうのは何ですかね。やっぱ一番のこだわりはこのミートボックスですかね、はい、ミートボックスっていうのはどういう商品なんですか。肉のサガリっていう部分をだいたい 300g 乗っけて、はい、はい、300g とかなりボリュームが。そうですね、まあ、お相撲さんに食べてもらってもうワンセットでお腹いっぱいっていう人が何人もいて、はい、そのミートボックスとあとオムボックスっていう卵の商品もありますけど、はいはい、池上さんご自身のおすすめのメニューっていうのは何ですかね。自分はやっぱミートボックスとオムボックスですかね。ああ、なるほど、はい、その2つがやっぱりおすすめってことですね。そうですね。ちなみにお店で一番人気があるのは何ですかね。お店でやっぱ一番はミートボックスですね。特に海外の方は、はい、カツボックスっていうカツ、すごい分厚いカツサンドもあるかと思うんですけど、はい、それはあんまりいいですかね。いや、そうですね、中国の方とか韓国の方は結構買っていかれるのが多いですね。東アジア系の人は結構、そうですね、カツも食べられるということですね、はい、なるほど、わかりました。ここからちょっとプライベートの話なんですけど、はい、お休みの日っていうのは何を今されてます？休みの日はやっぱもうお店の事務作業をやったりとかお休みでもですか？はい、あ、そうなんです。もう日々勉強なんで。なるほど、はい、わかりました。あと趣味っていうのは今何ですか？趣味はもう今は何ですかね、テレビ番組、釣り番組見てるぐらいですかね。なるほど。実際に釣りに行くとかっていうのはお休みの日にしてるってことはないんですか？ないですね。なるほど。はい。あと大阪場所の時、はい、前後よく宿舎でお見かけしたんですけど、はい、現在どんな形でその部屋をサポートされてるんですかね？今はもう仕事が休みの時は部屋に行ったりとかですね。はい。でなんかちゃんこ手伝ったりとかってことをされてるんですか？手伝ったりもしますし、はい、お客さんの給仕も手伝ったりとかも。なるほど、はい、なんかおそばの時に宿舎に寄ってから行かれたりとかされてる、はい、結構入り浸ってる感がありましたけど、そうですね、居心地がいいですもんね。あ、そうですか、はい、分かりました。ここからはちょっと将来っていうことをお聞きしたいんですけど、はい、まあ、店長として今後このお店をどのようなお店にしていきたいですかね？やっぱ人気店にしたいですよね。なるほど、はい、やっぱりここの、まあ、立地的にぜひインバウンドの方そうですねを増やしていくのがやっぱり理想ですね。そうですね、はい、分かりました。まあ、将来的にご自身の目標とか夢があれば教えてください。将来はやっぱ自分で居酒屋を経営するっていう、一番の目標ですね。なるほど、はい、まあ、そのためにもこのお店でいろいろなノウハウを蓄積してっていう感じですかね。はい、分かりました。まあ、最後に、はい、現役力士とか、はい、力士を目指している方へのアドバイス、できればこう引退後を見据えたという視点で何かアドバイスがあれば。何ですかね、やっぱ現役のお相撲さんに対しては怪我しないように頑張ってもらいたいですよね。はい、一つでも星を勝ち星にして、はい、上に上がっていってもらいたいですね。なるほど。まあ
引退後とかってのはあんまり考えずに今はまあ現役そうですね、引退を考えるんだったらもう40代ぐらいで考えたのがいいのかもしれないですね。いろいろ見たり考えたりして勉強した方がいいですよね。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。もうお腹いっぱいって顔してます、あ、もう無理です。ちょっと1個でだいぶきついですよね。もうその前にちょっと2人うな重2つ作ってるんですよ。なるのせっかくだから食べようかな。マジですか。いける結構すごいよ。そうやね。出したらさ。そうっすよ。これ結構きついよ。もう引けないっすよ。じゃねーす。強い。一斉。顎マジで応援されてるっすよ。小野さんこれ毎日夜食で食ってたら絶対食える。じゃあなんか俺も口つけたんでいやこれそうですね。頑張るか。強なりますよ。食べ方綺麗で褒めてもらってこれはもうそれはかぶりつくしかないですよね。もうそんな知らないですよ。無理や。顎危ないほんまに危ないわ。さっきお上品この角度でだから。ほぼパンがなくなるに一緒なの。ほぼ肉になる。なんかよ。パン食ってって初めて。めちゃくちゃ難しい。これはもう無理です。食べさす気ないですよ。だってパン食ってって初めて聞いたっすもんね。顎震えてますよ。なるほどですね。これが3位ってことは分かる。多分あんま言わんほうがいいです。もうちょっと手出さんかったらよかった感が出てるし。うちはこのでもこのミートボックスとオムボックスは確かに。でも肉だけ食った。これはネタや。ネタは。でもこれが一番手間かかったです。リアルでこれ一番あかん。それもあったんです。2個目はすごい。きつい。これマジきついよ豚は。フードファイターみたいになってます。ちっちゃい子も応援してくれてます。やばいですね。香り滴ってるっすね。どうですか。もうフードファイターや。汗が滴ってます。小さい子からの声援も。2人応援してあげてくださいよ。多分こういうのって一番イラッとするからやめといた方がいいです。大食いの木はこれやったっけ。急にそうなっちゃうし。最後食事です。拍手拍手拍手。すごい。これ
うさん3つ食いました。ありがとうございます。裏付け当てに的にはどれだ一番。ミートボックス1位ですね。2番2番オムボックス3番が初ボックスいやいや、ちょっと最後に食べたかもしれないですけど、まあ順番も大事やってこそうとですね。ですね。でも多分みんな同じような感じだと思いますよ。いや、もう見てくださいこの汗。ちょっと待って、安いわ逆に安いわこれ。この量でですね、味も量も満足できるということで、まあ、ぜひ皆さん元最上錦さんの結城さんかっこひでちゃんに会いに来てください。仕事のしてごちそうさまでした。ごちそうさまでした。合唱あ、お茶した厳しい。テイク2です。仕事出してお茶でした。でしょ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このカツは低温調理されてるんですか？これはそうですね。ロースを24時間低温調理かけて。なるほど。24時間ってことは結構仕込みに時間かかるってことですね。そうですね。だいたい1日1本ぐらいずつ仕込んでます。で休みはもう土日は2本とか。すごいですね。食い応えありますね。はい、カツボックスとオムボックスの完成です。